なりましたので、これから、始めさせていただきたいと思います。韓国でもエネルギーシフト、現地からの報告ということで、イベントにご参加してくださりありがとうございました。私は今回、司会を務めさせていただきますグリーンピースジャパンエネルギー担当の石川と申します。よろしくお願いします。この中にまだ、グリーンピースのことをもしかしたらご存知でない方もいるかもしれませんので、少しだけ私たちについてお伝えさせていただきたいんですけれども、グリーンピースというのがですね、1971年に米国政府によるアラスカでの核実験に反対するために集まった市民によって形成をされました。企業や政府からの資金援助というのは一切受けていないで、独立・中立を維持して活動しております国際環境 NGO です。現在グリーンピースジャパンではですね、エネルギー、食と農業、海洋生態系という3分野を中心に活動しておりまして、本日のイベントは日本にいらっしゃいます6000名のサポーターの皆様のご支援によって実現をいたしました。サポーターの皆様にこの場で感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。またですね、随時新しいサポーターということで随時募集をしておりますので、もしご関心ある方いらっしゃいましたら、お近くにいるスタッフまでお気軽にお声かけくださいませ。また今回はですね、協力団体ということで国際環境 NGO FOE ジャパン福島老朽原発を考える会E シフトの3団体からもご協力をいただきました。ありがとうございました。本日は講演者であるダウルちゃんの来日に合わせまして、韓国でのエネルギーシフトについてということで報告を皆様と共有させていただきたく集まりを企画いたしました。本日の流れですが、講演者のダウルちゃんからの話を逐次通訳を交えて約1時間、その後にですね、質疑応答の時間を設けておりますので、ご質問がある方いらっしゃいましたら、その後の質疑応答でご質問をお願いいたします。後日ですね、本日の資料は、グリーンピースのホームページの方にアップをさせていただきたいと思いますので、ご確認をいただければと思います。さて、韓国のムン・ジェイン大統領が6月の19日、原発の新規建設計画の撤回ですとか、寿命の延長をさせないこと、またさらにですね、石炭火力も減らして、新規建設全面的中止を宣言したことっていうのが皆さんの記憶にも新しいかと思います。日本と同様、化石燃料に乏しい韓国ではですね、建設中や計画中のものを含めますと、現在約35基の原発がございまして、原発依存度っていうのが、約 30% という原発大国です。石炭火力の割合も高くですね、東電福島原発事故前の日本のエネルギーミックスと似ている点も多い韓国なんですけれども、その韓国でなぜ大統領が脱原発宣言をするに至ったのか、他にもこの動きに市民がどういうふうに関わってきたのか、実際に脱原発と、石炭火力発電っていうのが同時に減らしていけるのかということをですね、福島第一原発事故後、グリーンピース東アジアのソウル事務所で活動してきたエネルギー担当であるダウルちゃんが本日皆様に報告としてお話をさせていただきたいと思います。こちらにおりますダウルちゃんなんですけれども、ちょっとプロフィールを紹介させていただきますと、経済学の学士号および国際政策と再生可能エネルギーの分野でそれぞれ修士号を取得しており、政府機関、国連やシンクタンクでの勤務経験も持っております。グリーンピースでは韓国における原発の段階的廃止のキャンペーンを担当しております。またグリーンピースの福島県での放射能環境調査にも複数回同行しており、日本にも複数回来日をしております。それでは本日のメインイベントである講演に移りたいと思います。ではお願いします。はい、皆さんこんにちは。私はグリーンピース東アジアのソウルの事務所のチャンダオルと申します。
Thank you for coming to today's session, and I would like to especially express my appreciation to Pan Hideyuki-san for coming. And I've been a long-time fan of CNIC since 15 years ago, and thank you very much for coming. はい、日本語でも紹介しましたけれども、ダブルちゃんと申します。今日は原子力使用情報室から伴奏もみになってますけれども、もう15年ぐらいファンで、今日はどうもいらしてくださいましてどうもありがとうございます。And usually when I do this public speech, I often make a lot of jokes. But today I will control myself not to make a lot of jokes because my colleague will have hard time. 通常はこういった講演ではジョークを頻発するんですけども、今日は自分をコントロールするようにって同僚から言われてます。はい、But one story I can tell is in 2005, 12 years ago, I went to a peace conference in Hiroshima and Nagasaki, and I had a chance to speak in front of 2,000 Japanese young people about peace in East Asia. And I wanted to introduce myself in Japanese in the beginning of my talk. で、2005年に日本に来たことがあります。でその時は平和会議で2000人ぐらいの若い日本の人たちの前で東アジアの平和問題についての講演をした時です。So I wanted to say 私は韓国の代表です。But instead of 代表, I said 私は韓国の大王です。それで私紹介で日本語でこれ訳すことないんですけど、はい、そう言ってしまったという話です。So basically, I said I'm the great king of South Korea. So people were laughing. I didn't know what happened, and I asked my translator, "What did I say?" And she said, "You said you're the great king of South Korea." So that was. みんなが笑うのでね、なんて言ったかって通訳の人に聞いたら、私は韓国の代表できましたって言わないで、私は韓国の大王って言ってしまったってことを聞きました。And personally, I was working and living in Nagoya at the time of the great earthquake in 2011 and the Fukushima accident. And because of the Fukushima accident, I decided to quit my job in Japan and then went back to South Korea to work as a campaigner for the Green Peace in order to achieve the nuclear phase-out in South Korea, as well as in East Asia and the world. 2011年に実は日本で働いていて名古屋にいたんですけれども、その時に東日本大震災が起こりまして、原発事故が起こって、それでその日本での仕事を辞めて韓国でその脱原発の仕事をしたいと、そして韓国を脱原発させたい、そして東アジア全体ですね、脱原発のために働きたいというふうに思ってグリーンピースに入ったわけです。So today is very meaningful to me as well to discuss the recent energy transition commitment made by the Korean president. And actually it's not made by the president, but made by the people. So I would like to share how Korean society has achieved this important change recently, and what are the major drivers of this change, and what are the major lessons we can share with our neighboring countries, including Japan. で大統領の脱原発宣言があったわけなんですけども、大統領のこれは大統領のエネルギーシフトではなくて韓国の人々のエネルギーシフトです。でそのエネルギーシフトがどのようにして起こったのか、そしてまた教訓も含めてお話ししたいと思います。And that's the projection Green Peace East Asia Seoul office made in 2012 on the National Assembly building. And we wanted to deliver the message that we need a new energy for New Korea. And after 5 years, right now we can see the beginning of the new energy for New グ Korea. リーンピースが行ったアクションですけれども、国会の議事堂にプロジェクションをしたんですが、ニューエナジー、ニューコリア、新しい韓国に新しいエネルギーをというふうにメッセージをつけました。でこれ2012年のアクションですが、その5年後にそれが実現したわけです。And Green Peace East Asia first started in Hong Kong in 1997, then followed by Beijing and Taipei office, and the Seoul office started working in 2011. でグリーンピース東アジアは1997年に香港オフィスから始まりまして、北京、台北にもできました。
2011年。で2011年にソウル事務所ができました。And first, I would like to a little bit introduce the energy system in Korea. で最初に韓国のエネルギー事情について触れます。This is the not energy mix, but the electricity mix of South Korea in 2016. でこれは2016年の韓国の電源構成です。And in terms of installed capacity, LNG and coal are about 30%, and nuclear is about 22%, and then renewables is about 8.7%. で天然ガスと、石炭が30% ずつで、原子力が 22%、それからで自然エネルギーがこれ 4.8 って書いてありますけど、実質 1.6 なんですけれども。But one thing I want to stress is that when you look at the statistics about renewable energy from South Korea, it's actually new and renewable energy. でこれはなぜ 4.8 が 1.6 かというと、新エネルギーというふうに呼んでいる部分もあるんです。So the new energy includes some things not renewable energy is considered by other countries in Korea. で新エネルギーと呼ばれている中には自然エネルギー、再生可能エネルギーにではふさわしくないものも入っているんです。So if we only consider real renewable energies by the international definition, then in terms of installed capacity for the renewable energy is about 4.93%. Only renewables is すみません。 4.93%. それで容量でいうとこれ 8.7% と書いてありますけれども、本当にこの国際的に自然エネルギー、再生可能エネルギーというふうに定義されているものだけを取り出せば 4.9% になります。And if you look at the generation of the electricity mix in 2016, then the coal is about 40%, and the nuclear is 30%, and then natural gas is about 20%, and then renewables is about 1.6%. で発電量で言いますと、天然ガスが 22.4 で、石炭がだいたい40、原子力も 30% で、自然エネルギー、本当の自然エネルギーは 1.6% です。And because right now we have a lot of surplus of the installed capacity, the government usually use nuclear and coal first, and then they don't use natural gas much. That's why even though the installed capacity for natural gas is about 31%, the actual generation is just about 22%. And the operational rate of the natural gas power plant in Korea is about 30% right now. A lot of natural gas plants are not running at the moment. でこれ今電気が余剰余ってますので、ベースロードとして石炭と、使ってまして、それで天然ガスの方は、あまり使ってない時があります。でなので天然ガスの方の LNG の、使用というのは今 30% になっています。でベースロードとして使っているのは石炭と原子力ということになります。And also, I would like to introduce the governmental energy policy hierarchy in South Korea. でそれで政府のエネルギーの韓国の政府のエネルギー政策についての決め方についてお話しします。The governmental ministry in charge of the energy policy in South Korea is called Ministry of Trade, Industry and Energy. で発電とか電気について責任を持っている省庁というのは産業通商資源部というところです。And we have the National Energy Basic Plan, which is the highest energy plan for 25 years. で、25年分のエネルギーを決めるのがエネルギー基本計画、これが最も基本的な基本計画と呼ばれるものになります。And right now we are under the second National Energy Basic Plan. で、現段階では第2次エネルギー基本計画の時期になっています。And this National Energy Basic Plan is renewed in every 5 years. で、このエネルギー基本計画は5年ごとに見直すことになっています。So next year, by the end of 2018,
our government needs to establish the third national energy basic plan. なので2018年末までに第3次エネルギー基本計画を決めなければなりません。So the new government will come up with the new national energy basic plan, including gradual nuclear and coal phase out, and how to increase renewables, how to manage the energy demand, etc. なので新政権は脱原発、脱石炭のエネルギー計画、そして自然エネルギーを増やすエネルギー計画、需要を抑える、そういったエネルギー基本計画を作るということになっています。And under the national energy basic plan, we also have a basic plan for long-term electricity demand and supply. でその改造の下に電力の需給基本計画があります。And this plan is renewed in every 2 years. でこちらの方は2年ごとに改定されます。And right now we are under the 7th plan, and the new government need to establish the 8th plan by the end of this year. で、今7時に従っているわけですが、新政権では第8次を作りまして、これは今年中に作らなければいけないことになっています。So the national energy basic plan shows the basic principles and direction of the energy policy in Korea. なのでエネルギー基本計画が大まかなこの方向性というのを決めます。And the basic plan for long-term electricity demand and supply (BPE) that clearly says how many nuclear, coal, renewables we will build from when to when and where. All these kind of details are decided by the BPE. で電力需給の長期の基本計画の方に原発が何基建てるか、どこに建てるか、いつ建てるかというような石炭なども含めて、そういった細かなことはこちらの方で決めます。And because of the recent declaration by the president and also the new energy policy announced by the government, this year and next year are very important for South Korea to develop detailed plan how we can achieve nuclear coal phase out and how we can increase renewables. でこのエネルギーシフトエネルギーをシフトするという宣言がなされたわけですが、今年と来年が大事な時期になりまして、どうやって脱原発、脱石炭を達成するかという詳しい計画が立てられる年ということになります。And this is the previous plan of nuclear and coal-fired power plant. でこれは以前の計画の方のを表したものです。Now we have 24 nuclear reactors because the oldest reactor, Gori number 1, was permanently shut down on June 19th. で、原発が24になってますけれども、この一つ減っているのはコリ原発1号機で6月19日に閉鎖になっています。And as you can see, there are 5 reactors under construction, 6 reactors planned, 57 coal-fired power plant, 4 under construction, and 9 are planned. そして原発建設中のものが5基、計画中のものが6基、石炭火力発電所は今57基運転中で、建設中が4基、計画中が9基です。A lot of power plants, right? すごい量ですよね。Then I would like to specifically talk about the nuclear status in South Korea. で、原発の事情について話します。As you can see the map of South Korea, there are 4 nuclear power plant sites: Hanbin, Hanul, Walsung, and Gori. で、今原発のサイト4つありまして、ハンビというのとハヌル、そしてコリがあります。And each of them, ウルさんがあります。すいません。each of them has 6 reactors running at the moment. 一つのサイトにつき6基あります。6基ずつあります。And then 5 reactors are under construction, 2 in Hanul and 3 in Gori. で、建設中というのは5基で、ハヌルにあります。ハヌルとコリに2つと3つあります。And also, the government has planned to build 2 more in Hanul, and we also have 2 new nuclear sites, Samcheok and Yeongdeok, で、 4 reactors. はい、そして計画中はハヌルにもう2つと、それから新規にサムチョクというところとヨントクというところに2基ずつ作るという計画があります。And as you can see, out of 24 reactors, 18 reactors are located on the eastern coast of South Korea. で、24基あるうち8つまでが
東海岸にあります。 And this is one of the reasons why I'm talking today with you. This is one of the reasons why I'm talking with you today. で東側にあるということの意味というのはありますけど、それが今ここで話す、日本の皆さんに話したいということの理由です。 And out of the 30 countries in the world using nuclear power plants, Korea is ranked as 6 in terms of installed capacity. 6 out of 30. 30カ国の原発の持っている国のうち韓国というのは6位の原発ですね。Yes. And even though it looks smaller compared to US, France, or Japan, but still the total installed capacity of South Korea is equivalent to the total installed capacity of the bottom 15 countries. でアメリカ、フランス、日本とかに比べると韓国の容量小さいと思われるかもしれませんけれども、それでも下位の15カ国のうち持ってるのを全部合わせたぐらいの規模が韓国の原発の規模です。 And if you look at the size of the territory or the land size of South Korea, then we have 24 reactors on that small land. And compared to 99 reactors in the US, 35 in Russia, 58 in France, 37 in China, there are too many reactors in South Korea. で数から言うと少ないように見えるかもしれないけど、その土地の面積から考えるとすごく大変なことになってて、アメリカは広大なところに99とかですけども、韓国はこの小さいところに詰まっているわけです。 So both the installed capacity per territory size or number of reactors per territory size, South Korea is the highest in the world. だからその敷地を分母にした容量で考えれば、最も敷地っていう土地面積ですね。面積を分母にすると最悪に密集というか密度が高いということになります。原発密度が高い。 And another big problem we have is we have too many people living nearby the nuclear reactors. もう一つの問題は人口の多い地域に立っているということです。 Do you remember how many people were in Fukushima 30 kilometers from the Fukushima Daiichi 福 campus? 島の30キロ圏内の人口とどのくらいでしたでしょうか。Banzan. 300,000 around. そうですか? もっと多いかな。 I remember it was 170,000 people in 30 kilometers. 30キロ圏内に限ると17万人ぐらいじゃないですか。そうかもしれない。すいません。すみません. But if you look at Hanul and Hanbi, it's about 50,000 and 140,000. でこれも30キロ圏内、半尾だと14014万人、14万人、はい。And 5万で for 5万で Hanul. すね、ハヌルは5万人、はい。 But for Gori, it's 3.8 million people living in 30 kilometers from the reactors. でもコリ原発は380万人。 And Warsaw, 1.3 million people. でウォルソンは129万人ぐらいですか。 1.3 million people. だから大体130万人。 So, especially there is a city called Ulsan. Ulsan is located here. ウルサンっていうのはここに真ん中なんですね。And 6 reactors here and another 6 reactors here. 6キロのが挟まれているんですね、ウルサンという。 And sometimes people in Ulsan say they are the most doomed people in the world. なんでしょうね、呪われた一番のもう世紀末みたいなそういうところに住んでいるウルサンの人々を言うそうです。 And it's a serious problem if you think これは of. 深刻な問題です。 One of the major lessons from Fukushima accident is about multi-unit risk. この福島原発事故の教訓っていうのはやっぱ複合機機数の多いところがいっぺんに事故に起こったということだと思うんです。
The 3 Mile accident in 1979, the Chernobyl accident in 1986 was only one reactor accident. スリーマイルもチェルノブイリも1機だけの事故でしたから。 But for Fukushima, there were 6 reactors and 4 got hydrogen explosions, 3 got meltdowns. で福島の場合は6機あるところに3機までが爆発を起こしてということですので、 If you have more reactors at one site, then definitely there is a higher chance of accident of the site. でもちろんたくさんの機数があれば事故が起こる確率も高まるということです。 And one reactor unit accident could affect another reactors as well. で1個で事故が起こったらその他の原発に影響を与えることもあります。 And also when there is a common cause of failure, like in case of Fukushima, then multi-unit reactors can be in trouble. で福島のように共通因子で同時多発的な事故っていうこともありえます。 And the more radioactivity could be released because there are many. で数が多いので放出される放射能量も大きくなります。 And also spent nuclear fuel pool are also risky if you have many. で使用済み核燃料も多くなります。 And once there is an accident, it's very difficult to deal with, and a lot of waste coming out from the accident. でもちろん対応がより困難になりますし、事故での廃棄物の量も多くなります。 So in conclusion, if you have more reactors at one site, it's logically more risky. だから結論として多数の複数機がある原発というのはもちろんリスクも高まるわけです。 Then if you look at how many reactors in the world, how many nuclear power plant sites in the world, で世界の状況を見てみますと、 at the time of July 20th of this year, で今年の夏の状況ですけども、 there are 186 nuclear power plant sites with 446 reactors. で460基原発があって、それは186のサイトにあるわけです。 And in average, there are 2.4 reactors in each site. 平均とすれば 2.4 基、1つのサイトに 2.4 基です。 So one unit site and 2 unit sites putting together is about 70%. And then you have a little bit more of 3 unit sites and 4 unit sites. それで1機のサイトや2機のサイトでもう7割を占めます。そして3機のサイトが 9%、4機のサイトが 16% ということになっています。 And there are only 11 sites, which is just about 6%, having more than 6 reactors at one site. でこの11箇所が6機の原発があるんですけれども、11箇所に6機の原発があるんです。6機のサイトがあるんです。 And out of these 11 sites, there is one Japanese site. Let me give you a quiz. Can you tell me which site is that? この11のサイトの中に日本がサイトがあります。どのサイトでしょう？6機。そうです。柏崎刈羽原発です。In 新潟 Prefecture. So these are the 11 sites having more than 6 reactors and sorted out by the total installed capacity. でこれは総容量で順に並べたトップ10なんですけども。So the world's largest nuclear power plant site is 柏崎刈羽. だから本当は1位は柏崎刈羽なんです。7機だったので。In terms of total installed capacity. トータルの容量でいうと柏崎刈羽が1位だったんです。But as we all know, 柏崎刈羽 is not running で more も than 3 years, ご right? 存知のようにもう3年以上も止まってますから。Then currently the largest nuclear power plant site running is the Bruce nuclear power plant site in Canada, having 8 reactors and more than 6,700 megawatt. でなので今1位はカナダのブルースという原発で、8基ありまして6700メガワットの容量です。 Actually, it was Gori in Busan, in Korea, but because of the permanent shutdown of the Gori number 1, Gori became the second. でもしコリ1号が閉鎖されてなければ2位でした。 But now South Korea has the second, third, fourth, and seventh. で今韓国はこの2位、3位、4位、7位を独占しています。
And definitely I'm not proud of that. だからあまり誇らしくはありません。 And if you look at the people living 30 kilometers from these huge nuclear power plant sites, でこの大原発の30キロ圏の人数が右側の数字です。 then even though at the Bruce nuclear power plant in Canada there are 8 reactors, but only 30,000 people living in 30 kilometers. でブルース原発大きいんですけども、30キロ圏内には3万人なんですね。 But if you look at Korea, 3.8 million people, Warsaw 1.3 million people. でコリ原発だとこれが382万人になります。 And so in terms of potential multi-unit risk accident in the world, South Korea is in the worst situation. だから複数機で複合的な災害原発事故があったら韓国というのは最悪の事態になると思います。 And as I said, the previous government has a plan to build 4 more reactors at Korea. で、前政権はコリ原発にあと4つ追加しようとしていました。 So right now, 6 reactors are running and 3 reactors are under construction. で、今6機ありますけど、4機が建設中なわけです。 Then Korea will become 9 reactors running site and become the only nuclear power plant site in the world in the past, right now, in the future, having 10,000 megawatt in one site. で、それが完成したとしたら、1位になりまして、9基の原発を抱えた、1万メガワットの容量の大原発基地になります。 So the most number of reactors, the largest installed capacity, largest people living nearby. だから機数は世界一で、容量も世界一で、住んでる人口も世界一ということになります。 And as an environmental activist, I usually don't use emotional words during my speech. 通常環境保護活動家として感情的な言葉は使わないようにしてるんですけれども。 Because people say NGO activists are not talking on scientific base, but they are talking on emotions. なぜかというと、あなたたち環境保護活動家は科学的なものに基づかず感情でものを言うと言われるからです。 But when I talk about this slide, I always say this is insane. だけどこの話をすると私いつもおかしいんじゃないかっておかしいっていうか言っちゃいます。 I cannot think of any better word than insane or crazy. そうですね、正常でないという言葉、強い言葉ですけども、これ以上の言葉、これ以下の言葉というのがちょっと思いつかないんです。 And also in terms of seismic risk from the earthquake, それから地震のリスクのことなんですけども、 Korean society or Korean government has found out that we have built most of our reactors near the live faults, many live faults in Korea. で、政府が最近気づいたんですけれども、活断層の上にたくさんの原発を建てているということです。 They didn't know we have this many live faults when they started to build Korea, Warsaw, and Ulsan, Hanul. で、例えばハヌルですけども、原発を建設している時、建設の前はこんなに活断層があるということは分からなかったんです。 So the map shows the southeastern part of Korea. で、韓国の東側ですけれども、 And there are 59 live faults have been found. で59の活断層が発見されているんです。 And we have most of our reactors located there. で、ほとんどの原発がそこに立地されているんです。 And you might remember last year, September 12th in 2016, South Korea had has the largest earthquake recorded in our history. で、記録史上で一番大きな地震が実は去年の9月にあったんです、韓国で。 The magnitude was 5.8, which is not huge from the Japanese sense. で、日本の人たちにとっては、
マグニチュード 5.8 だったんですけども、日本の人たちにとってはそんなに大きい地震というふうには思わないかもしれないんですけど、 From South Korean sense, it was very big because not many people actually experience earthquake in their lifetime. でも韓国の人にとってはすごく大きくて、もう生まれてから地震に遭ったことないような人たちがいっぱいなので、 And we only have the scientific recording since 1978. で1978年からしか地震っていうのは記録してないんです。 But if we look at the old history books in South Korea, then there were some earthquake in long time ago, which is stronger than magnitude 7.0 or 7.5. でも歴史書というか古文書というか古い書物によればマグニチュード 5.8 以上の地震はあったらしいです。 And the largest earthquake written in our history textbooks also happened the same reason. The largest earthquake happened long time ago in the history books, also happened in the same reason of the 昔から記録されたものというのもやはりこの地域にあった地震なんです。 And Korean nuclear reactors are not ready for earthquake higher than magnitude 6.5. ですね。で、韓国の原発はマグニチュード 6.5 以上の揺れには耐えられないんです。 So people have great concern on seismic risk. ですので、韓国の人々は地震のリスクについて非常に憂慮しています。 Then let me talk about a little bit more about Kori. ちょっとコリについてもちょっとやりたいんですけれども、 This is the Kori nuclear power plant site. これがコリ原発のサイトなんです。 And this is the borderline between Busan and Ulsan. で、ちょっと真ん中にあるのがプサンとウルサンの境界線なんです。 And Busan is the second largest city in Korea. で、プサンというのは韓国で2位の都市なんです。 And Ulsan is also probably fifth or sixth ウル largest サンと city いう in のは Korea. 5番目か6番目ぐらいなんです。 And there are Kori number 1, 2, 3, 4で、reactors. 1、2、3、4がありまして、 And Shingori number 1 and 2, 3, 4. コリが1、2あって、3、4が北にあります。 And Shingori number 4 is about 98% constructed. で、新コリ3号、4号はもう4 4号はもう 98% ぐらい完成しちゃってるんです。 Until Shingori number 3, the reactors are running right now. Until Shingori number 3, from Kori number 1, the 7 reactors were running. で、今もう7が、ちょっと待ってください。 Well, actually 6 because Kori number 1 was shut down. コリ1っていうのが閉鎖になったので、今6機が運営中です。 And the Shingori number 5 and 6 is about 28% in terms of construction speed, construction rate. で、5機6機は5号6号は 28% ぐらい完成しています。 So even though the president declared gradual nuclear phase out, the decision of whether canceling the Shingori number 5 and 6, even though it's already started construction or not, is the hottest issue in South Korea at the moment. ですのでまた大統領が脱原発宣言はしましたけれども、この5号機6号機をどうするかということについてがとても今ホットな課題になっているんです。 The president promised to cancel during the campaign, election campaign, but once he became the president, there was huge backlash from the conservative politicians and industry. で、大統領の大統領選での公約ではこれはキャンセルということで公約してたんです。だけれども当選した後ですね、非常に産業界からのバックラッシュがありました。 So the president finally came up with a solution that the new government will ask people to decide. で、その産業界の反発がありましたので、大統領が考えついた解決策というのは、それでしたら人々に住民に決めてもらおうというアイデアです。 So right now the public consultation process is going on in Korea.
で今なんて言うんでしょうかね、市民参画というか公聴会なしだとかそういった手続きについてのものが提案されてるんです。And this is very meaningful because in Korean democracy, this is the first time the government asks people to decide an important issue by themselves. でこれは韓国の民主主義にとってとても大事なことでありまして、というのはこういった大事な政策について人々自身に住民自身に決めてもらうというのが初めてのことだからです。And if we think of the possible risk of the Korean nuclear power plant, でコリ原発に何かあった時のリスクなんですけれども、 the risk is not only about people, でそのリスクは人々への危害というだけではありません。 but also to the economy. でもそれは経済的にも大きな打撃を与えます。 Within the 30 kilometers from the Korean nuclear power plant, で30キロ圏内ですけれども、 we have the largest petrochemical complex in Ulsan, which is about 80 kilometers. で最も大きい石油化学なんていうかそう工場地帯があるんですね。 And the largest factory in Korea from Hyundai car. それからヒュンダイ自動車の最も大きな工場が25キロメートルのところにあります。 And also the Busan harbor, which is the 6th largest harbor in the world. でプサン港ですけど、これは世界6位の大きな港で、これが32キロのところにあります。 We also have a most famous beach in Busan, where around like 30,000 people, 40,000 people come during the summer to enjoy swimming. でそれからワプサン近くには海水浴場というか観光地がありまして、毎年3万4万の人々が泳ぎに来る海岸もあるんです。 So possible accident at Korea could really affect our economy as well. ですので経済的にももし何かコリ原発であったら大きな被害になります。 So if we hypothetically compare the accident in Korea with Fukushima, だからもしコリ原発で事故があったという想定をしますと、福島と比較してもですね、 there were 6 reactors in Fukushima and Korea has 7 right now and probably will have 10 reactors. 福島は6基でしたけども、コリは、今7基で、あとまだ1基、2基と大きくなる可能性があります。 And even the capacity could be doubled than Fukushima sometime in the future. で容量も福島の倍ぐらいになる可能性があるわけです。 And because also we cannot reprocess the spent nuclear fuel in Korea, all spent nuclear fuel is stored at the site. So the amount of spent nuclear fuel in Korea is huge. で韓国では使用済み核燃料を再処理してませんので、使用済み核燃料をサイトで保管しておりまして、その数ももう莫大です。 And again, a lot of people nearby. で先ほどから言ってるように30キロ圏内にもたくさんの人がいます。 So I can't even think of what would be the economic impact or the cost of the accident in Korea. ですから被害額というのはちょっと想像つかないです。 Then what does it mean to Japan? でこれはどんな日本にとってはどんな意味があるんでしょうか。 As we know, the radioactive materials from Fukushima accident, around 80% went to the sea. で福島原発の事故では 80% 放出された放射能の 80% が海の方に流れました。 Because of the wind. 風のおかげですけども。 And the slide you see is one of the possible simulation done by the US scholar, and it assumes a fire at the Korea number 3 at the spent nuclear fuel pool. でこれはアメリカの学者による放射能拡散予測なんですけども、使用済み核燃料3号機の使用済み核燃料プールで火事があったらというシミュレーションです。 Using the weather data of the January 1st of 2015. 天候は2015年1月1日のを利用しています。 Actually, there are different scenarios based on different weather data. でその人にやってもらった拡散予測は他の日の他のデータもあります。 So sometimes when we use the weather data, the wind blows to the inland. だからたまにもちろん内陸の方に吹く風の日のもあります。 But this one is based on the assumption that the wind blows to the sea. これは風が海方向に吹く日の予 Then 測です。 you can see the impact. でこれが日本への影響なんです。
This is the reason why people in Japan, people in South Korea, people in China need to work together to phase out nuclear in this reason. If South Korea becomes nuclear free, Japan becomes nuclear free, it doesn't mean that we are free from nuclear impact, unless there are nuclear reactors in China. これが日本の人々、韓国の人々、中国の人々が一緒に脱原発というのを達成しなければならない理由だと思うんです。もし韓国だけが脱原発達成しても、この地域が原発から自由になるというわけでは、脱原発できるということではないからです。So we need to work together. ですので一緒に脱原発やっていかなきゃいけないと思います。Let's phase out nuclear in East Asia first, and we can move forward to other regions of the world. でこの東アジアでもし原発がなくなったら他の地域にも広げていきたいですね。And this is the summary of the different scenarios, and I want to just show the worst case scenario of the fire accident at Guri number 3 in the nuclear fuel pool. でコリ3号機のこの使用済み核燃料プールでもし火災が起こったらっていう最悪のシナリオなんですけれども、こちらにまとめてあります。And in the worst case, the evacuated area or the contaminated area will be 54,000 square kilometers. で最悪のシナリオでは54,000平方キロメートルが汚染されます。And that's about half of South Korea. でこれは韓国半分ぐらいです。And in the worst case, the maximum number of people who need to be evacuated is about 24 million people. で、最悪の事態で避難しなければいけない人口は2430万人です。And that's about half of the population. で、これも韓国の半分ぐらいの人口になります。So definitely, I don't want any accident happen anywhere in the world again. だから私はどこの国のどの原発も事故に起こってほしくないんですけれども。It's okay that when I die and there is no accident in Korea, then my friend tell me that we're talking about the nuclear risk for your whole life, and there's no risk. It's okay for me. I don't want to see an accident again. Even if when I die, もし私が死んでも and there will be no accident until I die. There will be no nuclear accident until I die. 私が死ぬまでにもし原発事故がなかったら Then my friends tease me. だから私の友達がからかうんです。私 You're talking about nuclear risk for your whole life and there's no accident あなたは、 to me. あなたには原発の事故のリスクないですよね。 It's okay for me あなたには in that いい situation. ですよね。 But I don't want to see another accident again. だけど私は事故起こってほしくないんです。ごめんなさい、私。あ、すいません。誰かジョーク説明できるか。要は、はい。友達はあなたが生きている間に事故は起こらないかもしれないって言うけれども、いや私がたとえ死んだ後でさえも事故が起こってほしくないと強く思っています。だからね、ジョークをしてそれでほしい。ごめんなさい、通訳できなくて。So let me talk about the new government energy policy. はい、では新政権のエネルギー政策をお話しします。 During the presidential election this year in May 2017, で5月に今年の5月に大統領選ありました。we had 5 major candidates. で5人の主要な候補いました。 And number 1 who became the president, Moon Jae-in. でこの1番がムン・ジェインで大統領になりました。 And number 2 and number 4 are conservative candidates. 2と4は保守的な党の候補者です。 And number 5 is very progressive candidate. で5番目っていうのは非常に革新的な党の人 And で number す。 3 is kind of middle, neutral. 3は真ん中ぐらいの人ですね。 Except for number 2, all 4 candidates committed to pursue gradual nuclear phase-out in Korea. でも2の人以外全員が脱原発というのを公約にしてたんです。 Because of the people's demand. なぜかといえばそれが人々が望むところだったからです。 And even number 2 finally said that we need to rethink
the never-ending expansion of the nuclear power plant in Korea. でその一番保守的な2の人でさえも原発依存これどんどん増やすというのは考え直さなきゃいけないというふうに言わざるを得なかったんです。So gradual nuclear phase-out was kind of social consensus, political consensus for the election this time. ですので段階的な脱原発というのはこの選挙での共通の事項だったんです。And these are the specific commitment from the Moon Jae-in. でムン・ジェインこの列挙してあるしてあるのはムン・ジェインの公約です。So no more new nuclear power plants, 新しくは作らない、 no lifetime extension 寿命 from 延長 now は on, しない、 establish nuclear phase-out roadmap, 脱原発のロードマップを確立させる、 increase the safety of the existing nuclear power で plants, 今ある原発についての安全性は強化する、 and complete nuclear phase-out within around 40 years. で約40年間で脱原発を達成させる。 Compared to Germany, which is nuclear phase-out by 2022, and Taiwan is about until 2025, でドイツや台湾と比べますとドイツは2022年までに脱原発、台湾は2025年までの脱原発となってますから、 the new plan of South Korean government is until 2060. でこの新政権の方針は2060年になってますので、 So it's not a very ambitious target, そんなに野心的ではないと思います。 but it's important to change the direction. And I personally believe that once we change the direction, we can achieve much earlier. でも舵を切るということが一番重要なことだと思っています。舵を切りさえすればということがあります。 So most important thing is to stop new nuclear. だから一番大事なのは新規では作らないということじゃないかなと思います。 During the presidential election campaign this time, でこの大統領選挙のキャンペーン最中なんですけれども、 the Moon Jae-in candidate that time the camp came up with the idea of making the website looks like an internet shopping mall. でこれはショッピングサイト、これはムン・ジェインのキャンペーンサイトなんですけども、なんかショッピングサイトをパロディのように作ったんです。 And basically people can buy the different policies you like from the shopping mall. でこのお店ではですね政策を売ってるんです。 Then で the 人々が好きな政策を買っていくわけですけど、 then the president will deliver the product you buy. で大統領はあなたが選んで、人気のあるものを実現しますよっていうことなんですけども、 And it was kind of popular. 人気があったんです、このサイトは。 And the most bought product, which is policy for Moon Jae-in, was safe and clean energy policy. でこの政策のショップで最も人気のある政策が安全でクリーンな韓国のエネルギー政策という政策だったんです。 including nuclear phase-out and the expansion of renewables. でこれは脱原発、そして自然エネルギーの推進という拡大というのが政策なんです。 You can see 283,000 people actually bought that policy. でこのサイトで284,000 people 人が bought the policy. このエネルギー政策を買ったんです。 I was surprised to see this result でこれ一番人気があるということに私とても驚いたんです。 because energy issue was never major issues for presidential election in Korea before. でなぜかというと今までは大統領選でエネルギーっていう課題がその選挙の一番の焦点みたいにはなったことないんです。 Usually it's about how to deal with North Korea, how to boost up our economy. All those kind of are the major agenda. でいつもは北朝鮮に対してどうするかとか経済どうするかっていうようなイシューが一番に来るんです。 So this shows also there is an increased interest among Korean public for different and new energy system. だからこれは市民の間で新しいエネルギーシステムといったらどういうものなのかというような課題が非常に関心が高かったということだと思うんです。
And then once the Moon Jae-in became the president, he delivered a very meaningful historical speech on June 19th at the permanent shutdown of Gori No. 1 ceremony. で6月19日にコリ原発1号機の閉鎖の時にですね、歴史的な宣言を行いました。And it's quite good speech, and you can find the Korean version, and it's easier to translate from Korean to Japanese, so you can see the whole declaration if you are interested in. そうですね、スピーチの全文というのが翻訳、ソフトなどでネットで翻訳できますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。And I want to share some parts today. 一部紹介したいんです。And since there are Japanese, I don't need to repeat, and you can read. そうですね、その間この間ですね、この間我が国のエネルギー政策はコストとか効率性を追求してきました。安い発電単価を最高と考えて、国民の命や安全は二の次でした。原発中心の発展の政策をもうやめて脱原発ということに行きます。準備中の新規原発の建設計画は全面白紙撤回します。原発の寿命を延長しません。で脱原発をめぐって電力、供給とかですね、電気料金を心配する産業界は電気料金とか供給とかそういうことを心配してますけれども、で閉鎖費用も莫大だということも心配する意見もあります。しかし脱原発は逆らえない時代の流れです。数万年この地で生きていく我々の子孫らのため、今始めなければならないことです。多くの困難がありそうです。しかし明確に進むべき道です。元気なエネルギー安全なエネルギー、クリーンなエネルギーの時代に移行します。国民の安全と生命を最高の価値と考えている安全な大韓民国を作ります。元気なエネルギー sounds awkward. ちょっと元気健全な健全なです。そうです。So that was some part of the declaration, and the key message was cancellation of the planned nuclear reactors, no more lifetime extension, early shutdown of the Warsaw No. 1, which is the second oldest reactor in Korea. でキーになるポイントは6基ある建設計画の撤回、それから寿命延長しない、それからウォルソン1号機、これ寿命に来る前に早期に閉鎖するということがあります。And as I said before, social consensus on whether to cancel the Shingori 5 and 6 or not. でこの新古里の原発建設計画、増設の計画については社会的合意を得るということなんですね。And also, 得なければ作らないということだと思いますけど。and also the government will establish nuclear phase-out roadmap. で、脱原発ロードマップを策定します。Then this means all these 6 reactors are gone. They will not start 計 construction. 画中の6基というのはもうなしです。And there are 5 under construction, and Shingori No. 5 and 6 might be cancelled, depends on how people decide. 建設中の5、6に関してはもしかしたらキャンセルされるかもしれません。それは先ほど申し上げた公聴会とかそういった人々が決めるスキームの中で決められます。And only permanent shutdown of the Warsaw No. 1. でウォルソンについては早期に閉鎖します。And actually permanent shutdown of the 10 coal-fired power plant, old ones. で石炭火力についても10基について古い10基についてはもう閉鎖します。But that was decided by the previous government. でも実はそれは前の政権でもう決まってたことです。And in principle, the government said they will cancel this 9 coal-fired power plant, but we are not sure yet. They might change it to LNG, or they might, because it's private project, it's difficult for government to cancel actually. で、石炭火力計画中の9基についてですけど、これちょっと不透明で、もしかしたら天然ガスに切り替えるかもしれませんし、これはちょっと民間の企業の計画なのでちょっと不透明です。Then based on this commitment or announcement, I will show the roadmap what will happen in the near future. で、この宣言に基づいて何が起こるかというのをちょっと何が起こりうるかというのを紹介します。So until October this year, there will be decision making
about single number 5 and 6 by the people. で今年の10月までに、新古里原発5号機の増設計画についての意思決定がされます。Then once we know whether we will continue single number 5 and 6 or not, then the government will establish the 8th basic plan for electricity supply and demand by December. でこの人々が決める決定に従って今度はその需給見通しというものが作られます。And under this 8th plan, government will come up with the detailed policies how they can increase the share of renewables by 20% by 2030. 20% by 2030. に従ってまた自然エネルギーの計画も立てますが、2030年までに 20% 増やすという計画です。And then starting from next year, early next year, there will be energy committee discussing about nuclear and coal phase out for longer term. で、来年の1月にはエネルギー委員会というのが設立されて、原発どのようになくすか、石炭どのようになくしていくかということを話し合う委員会が作られます。And then the outcome of that discussion from the energy committee will come out as the third national energy basic plan by the end of next year. で、そのエネルギー委員会の話し合いによって2018年末までに第3次エネルギー基本計画というのが作られます。And for that energy committee, we are expecting to see more participation from people and from NGOs. で、このエネルギー委員会の話し合いですけれども、ここに市民の代表、NGO の代表が話し合いに参加していくことを期待して、そうなると思います。Then usually these days I get a lot of questions from the people, from journalists, like, is it possible not to build new nuclear coal-fired power plant and provide stable electricity to the people and industry? で宣言以来、私すごくメディアの方から質問を受けるのは、原発もなくて石炭もなくて、石炭もやってもやらない、増やさないでどうやってエネルギーの需要を満たすんですかという質問なんです。And usually I answer, actually it's very easy. で、いつも私はそれは簡単ですって言うんです。I mean, talking about 100% renewables, that's something different discussion. もし100% 再生可能エネルギーでやるっていうことであると、それは違う議論になると思いますけれども。But stopping additional nuclear and coal-fired power plant is easy. でも増やさないって、その石炭火力や原発を増やさないっていうことについては簡単だと思うんです。And I will prove why. でなぜだっていうのを説明します。This is the electricity consumption per capita of major countries, including Korea and Japan. これ主要国の1人当たりの電力消費量なんですけれども。And if you look at South Korea, which is the blue line, this line, until 2013. で2013年までなんですが、これ韓国は青い線なんです。We use a lot of electricity per person. 1人当たりの使用量すごいんです。Almost 40% more than even Japanese, right? 日本の方のよりも 40% ぐらい多く使ってるんです。And most of these European countries are way richer than South Korea. で、このほとんどのヨーロッパの国々は韓国よりも豊かな国なんです。Then why? なんででしょう。なぜ? The graph on the left side shows OECD countries average. で、左は OECD 諸国の平均なんです。I mean, it shows how much electricity consumption increased for residential, industry, and other sectors. で、これ産業界とか住宅、市民です、一般の人たちとかが使う電力消費量の点々が産業界でまっすぐな方が一般なんですけど。So the residential consumption, industrial consumption, and the gray line is the commercial public service consumption increase kind of parallel. で、薄いのがこれ商業施設や公共施設ですけど、大体増加っていうのが並行してますよね。But in case of Korea, it's all about industrial consumption, and the residential increase
quite lower compared to the industrial consumption. で韓国の場合はもう産業界の増加がもうすごい右肩上がりで一般の人たちっていうのはまあ緩やかな上昇なんです。It is somehow understandable in 1970s and 80s when our economy grew like 10% every year. で70年代80年代っていうのは経済も 10% 年 10% で成長していたのでまあ上がるのは当然だと思うんですけども But even in recent years, our GDP growth was about 2% and 3%. でも最近は、GDP も年 2% ぐらいしか上がってないんですけど And also the population hasn't increased a lot. We are also aging society like Japan. でこれも日本と同じで人口もそれほど増えてないんです And also it's not like South Korean person using 6 iPhones for one person. 別に韓国の人たちがiPhone 6機とか一人で使ってるわけでもないんです The reason is industrial consumption accounts 57% of the total industrial consumption. で産業がもう電力消費の57% ぐらい占めちゃってるんです And residential is about 14%. で一般の住宅で使うのは 13.6% なんです Then if you look at how much we pay for electricity, households pay 124 Korean won per kilowatt hour. でこれ124 Korean won per kilowatt hour? Yes, money. でそれで使ってない人が使ってないはずなんですけども今度お金のことを考えると124ウォンパーキロワットアワー It's about 12 yen. 12円なんですよね Yen per kilowatt hour. キロワットアワ Very ーで cheap. 12円でレジデンシャル、12円なんです But industry, they pay 10 yen. でも産業界は10円しか払ってないんです I pay 12 yen and Samsung Electronics pay 10 yen. で私は12円も払ってるんですけどサムソンは10円しか払わない So households subsidize companies. だからまあその住宅普通の一般の市民の人がそうやって産業界にまるで補助金を上げてるようなものなんですね This policy started in 1970s. でこの政策ってこういうお金産業界が電気が安いという政策は70年代からの政策なんです And because South Korea is export-oriented country, we need to make our companies competitive in order to compete with other global companies with cheap production costs. で韓国はまあ輸出をしなきゃいけないそれで国を栄えていこうという政策がありましたからそういった産業界に有利なようにその輸出する産業界が有利で他の国との競争で勝てるようにそういった政策を敷いてきたんです But I'm living in 2017, not 1970s, and our companies are competing with global companies with better technology, better design, better management. Until when we need to support them with cheap electricity costs. でも今もう2017年に2071年じゃないのでもうテクノロジーが優越しているからということで国際競争的にも産業界は勝てるのに一体いつまで70年代の産業奨励策を取っているのでしょうか And if you look at that, the graph shows the household consumption of major OECD countries, and Korea is the last one. And our consumption is still almost half of the average. だからその家庭用の電力の消費量でいうとこれ一番左の棒グラフは OECD 主要国のグラフですけども韓国は一番下なんですよ。一番使ってないんです。And only household is having the progressive taxation system, meaning if you use more electricity, then your actual tariff itself gets increased. で一般家庭の消費の電力については使えば使うほどもっと高くなっていくんです。Only for household. それはでもそのシステムは一般家庭だけなんです。Then out of 440,000 companies in Korea,で44万企業。440,000 Yes.
44万社カンパニーです。 Yes. Out of 440,000 companies, top 10 electricity consuming companies consumes 13% of the total electricity consumption in Korea and 23% of the total industrial consumption. でその企業のトップ10が 30% のごめんなさい 13% の of the total electricity consumption in Korea. 全部の電力消費の 13% を使ってるんです。 And about 1/4 of the industrial consumption, 23%. でその産業界の4分の1をそのトップ10が使ってるんです。 And which is 62 terawatt hour in 2015. That's almost similar to the 66 terawatt hour of the 20 million Korean households. で The そ total の household. 62テラワットアワーになるんですけども、それはその全部の家庭の使ってる電気と大体同じような感じです。62と66なので。 And even they pay cheaper. 94. Even it's not 10 yen. It's 9 yen. でこのトップ10はそのさっきの10円よりももっと少ない And 少ない household pay 9.4円で household pay 12 yen. で一般家庭は12円なんです。 So they consume either 8 nuclear reactors or 16 coal-fired power plants. でトップ10の企業が8基分の原発の電気を使って16基分の石炭火力の原発石炭火力の発電所の電気を使っているのと同じってことです。 If we control this abnormal increase of the very few companies in Korea, でもしこのもう数社による異常な電力の消費というのを止めないとどうなる？ sir, はいはい。 and then we don't need to build more nuclear and もし coal-fired power こ plants. の人たちがこの異常な電力消費っていうのを変えたらもう原発いらないはずなんです。新規の原発も石炭火力もいらないはずなんです。 And they are the ones who have been benefiting from the existing energy system. でこの人たちがこのトップ10の企業が今ある既存の電力システムから利益を得ている人たちなんです。 And the seventh basic plan for electricity in Korea, which was established by the previous government, projected electricity consumption pattern by 2030, and by 2030 it will be about 113 gigawatt. でこの、上の灰色の線というのが前政権による第7次の電力需給見通しのもので、2030年には 113.2 テラごめんなさいギガ113.2 ギガワットっていう見通しを立ててるんです。 And this old projection is based on the assumption that we will continue to provide cheap electricity for industry, our economy will grow a lot, and we will not increase our energy efficiency, all these kind of ridiculous assumptions. でこの古い見通しというのが、産業界もこれからもどんどん電力使うし、あんまり省エネもエネルギー効率も良くならないしっていうちょっと馬鹿げた見通しによるものなんです。 So the new government came up with the new projection recently, and then there was exaggerated increase of the electricity consumption. And new projection, the gap between the old and new projection is about 11.3 gigawatt. So we don't need to build more nuclear and coal-fired power plants. でこの赤い方が新政権による需給見通しで、そういった馬鹿げた需要の見通しを改めて、このぐらいだろうというものを作りまして、それは前政権の作った見通しとのギャップというのが2030年時点で 11.3 ギガワットのギャップがあるんです。 So based on this projection, if we manage the electricity demand, if we increase the electricity fare for the industry to pay right price, not like huge price, but pay the right price, then increasing 20% of renewables by 2030 is not difficult goal.
なのでこの需要をコントロールして、それから料金の制度改革をすれば原発なし、石炭火力の創設なしっていうのはできると思うんです。I can talk more in details during the Q&A, so let me finish the roadmap here. でロードマップについてまた質問があればまた Q&A の時間にお願いします。Then I would like to finally talk about how Korean society or Korean people made this change. で最後にどうやって韓国の人々がこの変化をもたらしたのかということを話したいです。First, the reason is because we have had a long time NGO's strong anti-nuclear movement since 1990s. でもう1990年代から非常に強力な反核運動というのがありました。In the beginning, it was mostly about movement against the waste facilities. で80年代はまず廃棄物問題から始まってたんです。And it was not a national movement, but more like a local movement in 1990s. でこれは全国的な運動というよりはその地方地方の運動だったんです。So only environmental NGOs and local people work together. で環境保護団体と地方のグループだけが運動してたんです。And we were not supported greatly by the public. でそれほど一般大衆というかね、一般大衆の人からいっぱい支持を得たという運動ではありませんでした。Then Fukushima became a turning point. だけども東電福島原発事故が分岐点になりました。There's a big concern on radiation and imported food among public. でその後ですね、放射能と食品ということに非常に大きな懸念が一般から集まりました。And the issues movement deal with has been diversified from mainly waste to new nuclear, lifetime extension, spent nuclear fuel, regulation, etc. で核廃棄物だけに焦点が当たっていた運動なんですけども、原発事故福島原発事故の後は放射能とか、それから使用済み核燃料とか規制原子力の規制ですとか、いろんな多様な課題に関心が高まりました。And usually Korean NGOs are good at centralized national movement compared to Japan. で日本と比較すると韓国の人々っていうのは非常に中央的なCentralized national movement. 全国運動ですか、国民運動っていうのが得意なんです。But in Japan, as far as I know, is more good at local movement. でも日本は多分地方での戦いの方があるのかなと、得意なのかなと思います。And the anti-nuclear movement became nuclear phase-out movement. で、反原発運動だったんですけども、この段階的になくしていくっていうそういう脱原発運動に変わっていったんです。In terms of coalitions, for example, there is one national anti-nuclear or nuclear phase-out coalition in Korea, which is composed of around 80 different NGOs and social organizations. で全国組織があるんですけども、80もの要々な反原発団体とか他の運動体が集まってその脱原発の連合を作っています。And we share the information, we work together, we do a press conference together, we visited each site together, so we increase our solidarity. で情報を共有したりとか、一緒に記者会見やったりそのサイトを訪問したり、そういったような活動を行っています。Even there is a weekly email update of one member of that coalition sending email every week about what's going to happen in this week in terms of anti-nuclear movement all over South Korea and what happened in the last week. And I'm getting the email every week. で毎週ですね、この各地の脱原発運動が何やったかどうかっていうのを毎週報告をメールで受けるんです。So you can, if you read that email, you can see how many protests happened last week, how many new reports came out, who did the press conference, what new report came out, what governmental policy is about to come out, blah blah blah. で、その毎週こういうレポート発表したよとか、こういう記者会見やったよとか、この地方の政府がこういうの発表したよとか、そういった情報が毎週入ってくるんです。And once a month we physically meet each other.
それで1ヶ月に1回にはもう顔を合わせる会議もあるんです。 And sometimes it's very funny because once you meet each other, you update each other from different regions, right? Then different regions speak different dialect. So you can enjoy all different dialects in the beginning of the meeting. でその月1回集まるミーティングでは各地から集まってくるので、いろんな地方の方言が楽しめるんです。方言が楽しめるって知ってるね。関西弁とか。そう日本で言えば関西弁とかね、東北弁とか楽しむようにいろんな人たちが集まります。So Fukushima became a turning point for Korean people and NGOs to get together and work together for nuclear phase out. で東電の福島原発事故というのが大きな転換点となって、その運動が転換したんですね、運動も。And the third point is politicization of the nuclear issues. で3つ目のポイントは、その原発についての問題の政治化なんですね。Nuclear issue is not about technical issues. で原発問題というのは技術的な問題ではないです。 It's not about economic issues. で経済的な問題でもないです。 It's about whether you want to take the risk of nuclear power plant in order to enjoy the benefits. 電気というものを享受するためにどのようなリスクを受けるのかどうかっていう問題だと思うんです。 So it's a social and political issue. なのでこれは社会的政治的な問題なんです。 And you need to make sure your political representative to represent your voice. だからあなたたちの皆さんの政治家代議士の人たちが皆さんの考えを代表する人たちにならなきゃいけない。 Then it's easy. More people want nuclear phase out in South Korea, we go for nuclear phase out. More people want to continue nuclear in Korea, then we go for nuclear. なのでことは単純で、多くの人が脱原発を望むから多くの脱原発議員が生まれる、そういう感じなんです。 But as we know, our political representatives don't represent our voice. でももちろんご存知のように私たちが選んでいる私たちの代議士さんというのは必ずしも皆さんの私たちの考えを表現してくれる人ではない、代弁してくれる人ではないですよね。 So Korean nuclear phase out movement focus on strategic local regions where we can increase our political influence. だから戦略的にこの地域で自分たちの政治的な声を大きくしようっていうふうに運動しています。 In 2014, local election was the first political election where nuclear issues became major agenda for two cities for that election. で2014年にあった地方選挙っていうのは2つの地域において初めて原発っていうイシューがその選挙の争点になった選挙です。 In 2015, when 2015 was the time we need to decide whether we will extend the lifetime of Korea number 1 again for the second time extension. で2015年には古里原発1号機を2回目の寿命延長っていうのがどうするかっていう問題がありました。 Then in 2015, very interesting social phenomenon happened in Busan. で2016年にはプサンにおいて非常に興味深い事象がありました。 Busan is a traditionally strong hometown for Conservative Party. でプサンっていうのは保守党のが強い地域なんです。 And there are some conservative NGOs as well. でNGO も非常に保守的なんです。 And the liberal and conservative NGOs don't work together. でリベラルのNGO と保守的な NGO っていうのは一緒に運動しないんです。 But because Korea number 1 issue was very important, and people in Busan feel like Korea number 1 issue is not an issue of liberal or conservatives, but it's an issue of safety. So we need to work together. ですけども2016年というのは古里1号機の安全延長問題で保守的な人もこれは安全の問題だということで保守的な NGO もリベラルな NGO も一緒にこれ運動したんです。 So they together push the politicians of Busan. There are 18 national congressmen and women from Busan. They push together. でここの地域は18人国会議員選ばれるんですけれども、この18人代議士にもこの古里1号機の問題を働きかけたんです。
And because we had a general election in 2016, at the time of 2015, people gave a clear signal to their politicians that if you don't listen to my voice, you will not be elected again next year. で2016年に総選挙でしたけれども、2015年の段階でもしこれ問題に話を聞いてくれなかったら、もう次の選挙では当選できないよというふうに圧力をかけたんです。So finally, the conservative politicians from Busan pushed the national government because the president was from that party, and then finally the government decided not to extend the Korea No. 1. なので保守党の方から最終的にはその地域の国会議員が中央政府にも働きかけて、コリ1号機の再度の延長というのは阻止できたんです。So it was a political decision, nothing to do with the safety. これは安全性の問題というよりは中央政府が決めたのは安全性の問題からではなくて政治的に決めたんです。I can talk about Korean politics for 2 days, but let me briefly talk about a little bit. 2時間ぐらい韓国の政治状況について話せますけれども、2日間ぐらい話せますけども、ちょっと次に。This is the result of the general election in 2012. で、これは2012年の総選挙の時ですね。その真っ赤なやつが。The red colors are conservatives, で、赤いのが保守党なんですね。 and the yellow ones are the liberals. 黄色がリベラルで。But it's based on the territory, so actually the number of seats kind of similar to each other. だけど地域的にはそうだけども人数にすれば人数は同じぐらいなんですか？ And as you can clearly see, the eastern part of Korea is a strong powerhouse for Conservative Party. で見てわかるように東側というのは非常に保守的なもう保守王国なんです。 So nuclear power plants are located here, right? で原発も東側にありますよね。 So we Korean NGOs, including Greenpeace, we strategically focused on Busan to make Busan people to understand that nuclear will not bring the benefit to the local regions, and you are in danger. そうですね。なのでプサンその東の下にあるプサンですけども、グリーンピースや他のリベラルな NGO の人がこのプサンに集中して、プサンの人々にその原発があるっていうことの経済的不利益をお話ししたんです。Then in 2016, for the first time in Korean modern political history, 5 constituencies are occupied by Democratic Party in Busan. でその結果初めてですねプサンの方の5個の選挙区でリベラルな候補者が当選したんです。 And in the recent presidential election, 今の前回の大統領選挙ですけども、 the left one is which region supported the Moon Jae-in and Hong Jun-pyo, which is the conservative candidate, and the blue ones are the Moon Jae-in. でこの赤いのが保守の人の候補者の支援地域で、青いのが今回のムン・ジェイン大統領を支持した地域なんですけども。 But this is based on the actual population, so that one is kind of distorted. I mean, this map is based on real これは population. 人口から起こした色地図なんですけども。 Let me use 5 more minutes. It's okay. ちょっと私ね、この人口に起こしたっていうのがよくわかんないんですけど。This one is based on the territory. これは地域ですね。 But this one is based on the actual population because, 人口比にして地図に表したものですね。 for example, Seoul has 10 million people. 例えばソウルは1000万人ぐらいの人がいますから。 That's why this map shows the real support. Who support whom? なるほど。だからこれは人口でどのぐらいの人口の人が保守の人を支援して、どのぐらいの人口の人がムン・ジェインさんを支援したかっていうのが。 And you can see the conservative lost in the southeastern part. You can see the conservative party lost in the southeastern なん part. でその南の方で保守の人たちが非常に負けたっていうことがここで分かると思うんです。 From their hometown. From the hometown for the conservative party. 保守王国
国でムン・ジェインがこう支持されたんです。 And nuclear issue is one of the reasons for this. でなぜその保守王国でムン・ジェインさんが支持されたかというと、原発がイシューで脱原発を公約したからです。 Let me finish in 5 more minutes, sorry. And the last point is that actually the title is not seen right now about people power. これでピープルパワーについて話したいんですけれども、 There have been a lot of local people fighting strongly against this undemocratic energy policy from the central government. Sorry. In many places in 2008 and 2014. でいろんなところでその中央政府のエネルギー政策に対しての反対運動っていうのがあるんです。 Especially in Samcheong in 2014 and Yeongdeok in 2015, local people organized a local referendum by themselves. でこの2014年のサムチョク、それから2015年のヨンドクなんですけど、これ原発に対して住民投票が住民の自らの手で組織されたんです。 And Samcheong and Yeongdeok are 2 new nuclear sites. サムチョクとヨンドクというのは先ほどの新しい新規の原発のサイトなんです。 And in Korea, you cannot have a local referendum on national issues. で韓国では国策について住民投票というのはできないんです。 But that's bad law. もちろんそういう悪い法律ですけどもできないことになってるんです。 So the local people wanted to have a local referendum, and then central government said no. Then local people said, okay, we don't care you. And then they organized local referendum by themselves. でなので法律にのっとった投票では住民投票ではなくて、もう中央政府ができないよっていうんで、じゃあいいですよ、自分たちでやりますということで自主的な住民投票を行ったんです。 So first, Hughes win 85% in Samcheong against nuclear. でサムチョクでは 85% が原発反対でした。 Then the people in Yeongdeok feel like, oh, Samcheong did it, we can do it. And then they did it again, and 92%. でそのサムチョクのを見てヨンドクの人たちがじゃあ自分たちもできるねってことで住民投票して、その時は 92% の人が反対でした。 Even though the result is not legally binding, still it has a political meaning to the politicians. もちろんこれ法的に意味はないんですけども、自主的なものなんですけども、でも政治的に大きな意味がありました。 And people in Milyang, okay, I'm not talking about Milyang today, but let me just say that the people in Milyang in 70s and 80s, they fought for more than 10 years against the undemocratic energy policy in Korea. でミリアンのことですけども、このミリアンの人々というのはもう70、80というのは年齢のこととか年代のことか、70s or 70 years The people in 70s and 80s, grandpas, grandmas, 70代の人たちとか80代のようなおじいちゃんおばあちゃんがもう何十年も中央政府の政策に対して反対運動してたんです。 and two people died during the movement. で2人亡くなってます。 And the government oppressed them with thousands of policemen. で非常にもう何千もの警官を投入して抑圧してきたわけ But です。 still they are fighting. でもまだ戦ってるんです。 And then all these kind of changes came to candlelight revolution last year and this year. でそうした力がですね2016年そして今年というふうに実っていってキャンドルライト革命と言われるものになっていったんです。 And as you probably saw in the TV, like 1.5 million people, 2 million people came out to the street in Seoul and asked for better democracy. で100万人以上の人たちが街に出て民主主義を訴えたんです。これごめんなさい。Y 関係ないですからね。あ、エンパワーじゃないです。エンマーク、it's mistake. Which one? 平和的なピープルパワー。すみません。So even though this candlelight revolution is not directly for, it's not for only nuclear issues. でもちろんそのねキャンドルライト革命のこのデモンストレーションはパク・クネ大統領の弾劾のデモですから原発のことを訴えたものっていうわけではないんですけども。But it was a fight between peaceful people power versus corrupted politicians and big companies. でもあれは平和的にやってるピープルパワーの人たち、それともう腐敗した政治や財閥、そういったものの対峙、そういったものに対する
対峙する人々の運動だったんです。 So people understand that nuclear and energy issues are also issue of democracy. なので人々はその脱原発のイシューというものも民主主義の問題だとして考えているんです。 So the conclusions, key point is that South Korea is about to turn its directions of going backward compared to other countries in the world. で韓国は今昔はですね他の国とは違って変えようと回帰いうような政策だったんですけど、今それを変えようとしています。 And further maybe I can skip this. Sorry. Then let's talk about the key lessons today. Sorry for time management. で最後のレッスンに進みたいと思います。すみません。 So basically from Korean experience, especially in recent 4-5 years, we saw that nuclear power and democracy cannot coexist. でここ数4、5年ですね学んだこととして、もう原子力と民主主義は相入れないっていう。 And people have power and right to choose the energy system they want. で市民にはどういうエネルギーシステムを選ぶかという権利とその力があります。 And the strongest weapon you have as people is the vote. で一番強い武器っていうのは力っていうのは投票ということです。投票するということです。 And the first one is the quotation from one of our previous president, Roh Moo-hyun. He said that awakened citizens' organized power is the last bastion of democracy. で次の文章はノムヒョン大統領前の大統領のからの引用お話ししたことなんですけども、目覚めた市民による組織っていうのは民主主義の最後の砦である。 And you need to use a lot of art and humors and also law in your fight for nuclear phase-out. で脱原発の戦いにはアートとかユーモアとか、それから法律裁判というのが重要だと思うんです。 And lastly, solidarity and strategic priority are the keys to the victory. で最後ですけども、この連帯ということと、それから集中した戦略、優先事項を決めた戦略というのが勝利への鍵だと思います。 Let me finish my talk by these sentences, which is part of the decision for Oigenbus in Japan. And when we translate this into Korean people and NGOs got so much inspired by the blue sentences. でこれは大井原発の求めた、判決文なんですけども、それが韓国語に翻訳されて、で特にその青い部分がですね NGO 韓国の NGO にすごい影響を与えているんですけれども。 So I have still strong hope for South Korea and Japan for achieving gradual nuclear phase-out by people power, believing what's written there. でこの人々の力、ピープルパワーによって脱原発が実現できるというのは、この青い部分ですね、この青い部分を信じることによって実現できると思っています。 And thank you very much for your listening, and I would like to answer your questions. Thank you. では質疑応答に移りたいと思います。ご質問が。 Thank you for the presentation. So I want to ask two questions. The first one is the Japanese political apathy. Because in Korea, the most of youth have a knowledge and a good view to the political thing. So that's why many almost students think about what Ms. Park Geun-hye did. That means the Park Geun-hye policy is good for only the conservative people and her family, right? And on the other hand, in Japan, the Mr. Abe has a very similar scandal. So his policy is good for only the conservative people and his family, right? But so I'm university student, but most of the student is very radical or conservative. According to the poll, the more and more youth vote for LDP,
LDP is Jimito. Yeah. But the question is, what is the differences between Korea and Japan, and about the political apathy and the circumstance about the youth political view? And the last question ち is. ょっと待って、一個ずついいですか。すみません。すいません。かいつまむと日本人のその無関心ですか。これが無関心、それ韓国の違いなんでしょうということと、ということでいいですかね。韓国はなぜこんなに大学生がパククネの段階で頑張ったので、日本の若い人はもう民主党を自民党を支持している人が多い。この違いはなぜかという。はい。Well, thank you for the question. It's very interesting social question. And first of all, I don't agree with that the young people in Korea are mostly interested in social and political issues. No, that's not true. まずですね、韓国の若い人も別にみんなが社会的にことに関心があるというわけではないんです。They don't have time to think of social and political issues right now in Korea. 彼らにはその社会的問題を考える暇がないんです、時間ないんです。We call the young generation in Korea right now 7 give-ups generation. 私たちは若い世代のことを7つの、 7 give-up ね、 generation. 7つ諦めの世代って呼んでるんですけども、 They give up having a job, they give up getting married, they give up having kids, they give up having house, they give up having friends, they give up having hope, and what's the last one? Anyway, they're in very difficult situation because of the unemployment issues. その何を諦めてるかというと、仕事、結婚、子供、お家、お友達、それから希望、こういったものを諦めてる世代だって言われてるんです。It's true that the candlelight protest actually was initiated by the Ewha Women's University student in Korea. ただ先ほどのキャンドルライト革命、デモンストレーションは若い人によって組織されたというのは本当です。But later, this candlelight protest became a momentum for young people to actually become interested in political social issues. So it's not organized by No. すいません、キャンドルライトデモっていうのは若い人によって組織されたものではなかったんですけども、あれによって若い人もちょっと関心を持ったということで。And then it became a very meaningful experience for young people to believe that if they act together, they can make changes. でもしキャンドルライトのデモンストレーションというのは若い人にとってもし行動すれば物事って変わるんだっていうことを教えてくれたものになったということです。And in order to bring young generation into a social movement, you need to think of what are their everyday issues relate to social changes, and then you can communicate with them based on what they really want. でそういう社会的運動に若い人を巻き込むには、その若い人々が日々どんなことに困っているかっていうことを、社会的なことでは何について関心があるかっていうことを考え出すことが重要だと思います。And for my humble personal opinion, I think we need to also communicate with the young people in terms of the energy system that nuclear phase out is not about only safety issues. It's about what democratic system we want to put into the energy system, and also what kind of future we want to have. In terms of not only safety, but also the economy, but also our relationship with other people. I mean, nuclear system is inherently sacrifice some people. The people near the nuclear reactors, the people work for the nuclear reactors, they become victims. And people need to understand that unless you sacrifice some people in some regions, we cannot operate nuclear reactors. Then it's not about safety issues, it's about moral issues. So young people need to understand
It's not about safety issue, but also it's about moral issues, economic issues, and democracy issues. でエネルギーの問題を若い人に考えてもらわなきゃいけないんですけども、この脱原発という課題は安全性の問題だけではなくて、これはすごく民主主義の問題であって、どういう将来、私たちはどういう将来にしていくかという問題であるし、経済の問題であるし、で何よりも犠牲の原発っていうシステムは犠牲のシステムであって、誰かの犠牲にならなければその電気が生み出されないというシステムなので、人権の問題、モラルの問題でもあると思います。そういったことを若い人に分かってもらうことが重要だと思います。よろしくお願いします。はい、韓国は、日本と同じようにその原発輸出を国策として、これまでやろうとしてきましたけれども、それは今後やめるっていう、新政権の政策としてはやめる。ごめんなさい、もう一回。原発輸出について輸出も、やめるっていうこと。はい。それでいいのか、そういうことですかってことです。やめるのかどうか。やめるのかどうか。Maybe I can answer the question first. So it's about nuclear export, right? It's not clear yet whether the new government will also stop nuclear export or not. その原発輸出までやめるかどうかは不透明なんです。There are some politicians and people who believe that if we cancel new nuclear in Korea because of safety reasons, also because of economic reasons, then also we need to stop exporting nuclear reactors to other countries. There are some politicians and people who believe that if we don't continue to build the nuclear because of safety and economic reasons, we also need to stop exporting. でもし自国でね、原発を建てたりしないことになるということであれば、輸出もしないべきであるという政治家も人々もたくさんいます。And also, it will be a risky investment from Korea because Korean nuclear industry is governmental enterprises. So they use the money from the people to invest on the nuclear export, and we believe that that's risky business, risky investment. It's a government official. で、韓国ではその原発産業というのは国のものですから、それを輸出するというのが非常にリスキーというものもあります。But again, at this moment, it's not clear whether the new government will stop nuclear export or not. でも今政府がやめるか輸出やめるかどうかはちょっとわからないです。なぜ大統領が石炭についてやめようと言っているかあたりの背景をちょっと教えていただきます。The main drivers for deciding gradual coal phase out by the new government is mainly due to the air pollution issues. Because in Korea these days we suffer from air pollution, especially in winter and spring. So people cannot enjoy the weekend with their kid going for a picnic or going outside. で一番主要な問題は大気汚染の問題が懸念があって、特に冬と春には大気汚染ひどくて、本当に子供を外で遊ばすというのができないというようなところまで行っているので、そこが一番問題です。And secondly, Korea also has an obligation to decrease the greenhouse gas emissions for climate change regime. で、2つ目はCO2 削減をしなきゃいけないということがあるからです。And lastly, it's very important to pursue nuclear phase out and coal phase out together. Otherwise, you will have a counter impact from one side approach. And that's one of the key lessons of Germany actually. German experts and the government people these days, they say they mainly focus on nuclear phase out, and that was their mistake. So for the lesson for South Korea, as a late follower, they advise us that we need to pursue both nuclear coal phase out together, which is possible. で3つ目は、これはドイツの教訓で、ドイツが脱原発した時に、初めの時脱原発にフォーカスしたためにちょっと失敗をしてしまったんですね。それなので今度はその脱原発と石炭というのは
同時にやらないといけないっていうものがあったからです。脱原発政策に対する抵抗というのはどれぐらい韓国で大きいんでしょうか。日本の場合ご存知のように原子力村と言われるような存在がありますけれども、その点は韓国はちょっと違うのかなというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。It's very, very same. 一緒です。You know, in Korea, the nuclear cartel composed of nuclear industry, government bureaucrats, media, academia. で自分は原発カルテルって呼んでるんですけども、政府と産業界とあと学者さん、そういうのががっちり組んでるんですね。And they have been working together closely for more than 40 years, and their teamwork is very good. でもう40年ぐらいその3つがガシッとやってて、もうすごいチームワークいいんです。And in these days, literally there is a war going on in South Korea in the media space. だから今は報道っていう戦場になってもう戦場になってるんですよ。メディアでしょ。このなんつうの議論っていうのがもう報道の中で戦争になってるんです。And because the nuclear cartel has much more power, much more money, much more ways to influence the people, it seems that there is more concerned opinion about nuclear phase out. だから原子力カルテルの方は力もあってお金もあって影響力もあるんですよね。So it seems that でそのお金もあるし影響力もあるから、その脱原発のに対する懸念というものをメディアに出しているという。But actually it's not true because recently one of the most conservative media in Korea did a public survey, and when you do the public survey, how you design the survey also affects the result. So it's obvious that the conservative media designed the survey in order to get the favorable answer against the nuclear phase out, but the result was still 61.5% of people support nuclear phase out. 61.5, and then the 保守系の新聞がその世論調査をしたんですけども、これは保守系の新聞でわざと脱原発を選ぶ人が少なくなるようにデザインした質問を出して世論調査をしたんだけど、それなのに 61.5% が脱原発を支持したんですよ。So it's clear that still majority of the Korean public supports nuclear phase out. But when it comes to cancel the ongoing project, it's a bit different. But still more people support even canceling the ongoing project. でもうすでに進行中のプロジェクトをやめちゃうっていうことに対してはちょっといろんな世論が固まってるということではないんですけれども、ですけど脱原発っていうだけども過半数がもう脱原発を支持してるっていうのは確かです。And I believe this war between the cartel and the people will continue for several years from now on. And also, we cannot guarantee that the gradual nuclear phase out announcement by the current president will be kept by the next administration or not. それからこの、向こうの原発カルテルの人々と私たちこっちの市民の人たちの戦いっていうのはもう数年間続くと思うし、それから大統領の任期があるので、次の大統領がそういった脱原発っていうのをまた引き継いでくれるかどうかわからないんです。Especially if we look at the Japanese example, then we get lessons. But because we believe that this change is not made by the president, but made by the people's demand. It's not his personal decision, it's the people's demand and request. So we believe it will continue. And at the same time, we strongly believe that we need to also change the market for the next 5 years to make favorable for new energy system, for energy efficiency and renewables. Then, even if political administration is changing, if market is changing, then it's very difficult to
go back to the old system. それから日本の例、それは日本の例からも学んだことなんですけども、ただ言いたいのはこの変化っていうのはムン・ジェイン大統領さんの私的な考えで変化したわけではなく、変えたわけではなくて、その人々が変えさせたということなんです。だからこれはムン・ジェインさんの任期が来て次の大統領になっても続くとは思うんです。それとね、もしそれ続くと言っても続くかどうか分かりませんけども、だからこそその変わる前に市場を変えておきたいんです。市場を変えておけば、そしたらもし政治が変わってももうこの流れは変えられないと思うからです。市場マーケット、市場。And lastly, considering the global trend and what's happening in Korea and also in Japan, I believe right now the question is whether we will phase out nuclear or not. That's not the question. It's when we can do that. So the big direction has been changed, and I'm quite confident on that. でもうグローバルトレンドは脱原発するかどうかじゃなくて、いつするかということだと思うんです。だからもうこの方向は変わらないと思っています。先ほどのお話で、使用済み核燃料が溜まっているとおっしゃったように記憶しているのですけれども、韓国では再処理というのはどういうことになっているんでしょうか。At the moment, South Korea cannot reprocess spent nuclear fuel based on the Korea and the U.S. atomic agreement. で韓国では再処理してないんです。それはごめんなさい、アメリカと韓国の原子力協定によって再処理しないことになっているので、はい。So we cannot reprocess, but できない。Based on the recent revision of the agreement, South Korea got the right to start the research for a reprocessing technology called pyroprocessing. でなのでできなかったんですけども、最近それが原子力協定が改定されて、その再処理のためのリサーチはしてもいいことになってしまいました。But there is a criticism definitely that first, it's very uncertain that whether this technology can actually become feasible to reprocess. That's the first question. Second, even if they become successful, then still whether it's economically and technically smart to do that or not is a big question. And based on the expert opinion, I believe that the pyroprocessing technology is a big scam. でまずその技術が実現するかどうかは本当不透明です、不明です。そしてもしそれが実現できても経済的にそれがいいのか、経済的に見合うかどうかというのも不明です。First, it's not certain whether actually the technology can do it. And only two things. And then maybe let me rephrase. And I mean basically, even if we become successful to pyroprocessing technology, still we need to build fast breeder to use the fuel from the pyroprocessing. それにもしねそれでもしもそれもいいとして技術的にできたとしても、じゃあその燃料を今度燃やす高速除湿炉を作らなきゃいけないという問題もあって、はい、そういう問題もあります。And I think I don't need to explain why that's not smart decision. ですのでそれが非常に賢明な決断にならないんじゃないかということを分かっていただけるかと思います。いいですか。どうもありがとうございました。日本と似てるところ違うところ、いろいろと参考になりました。で最後というか僕の意見というか質問は、来年にそのエネルギー委員会というんですか、それが立ち上がっていわば市民がどういう方向を選択するのかっていうのを委員会の中で決めていくという話でした。それでジャンさんのこの委員会に対しての戦略的見解というか
どういうふうにこれをいい方向に持っていこうとしているのかという戦略についてもう少しお話しいただければと思います。難しい質問ですね。The current government has been established from the people power revolution who want to have more democratic and participatory government. 新政権はもっと人々の参画を得てやっていきたいんですよ。From that perspective, it is easy to expect that the new government will increase participatory component of the governance for energy governance. だからエネルギーをやっていく場合にも市民参画というのを入れていくと思うんですよね。And right now, the new government is actually benchmarking a number of different cases from other countries where people actually participate in the decision making for energy transition, including the ethics committee in Germany, and also some examples in Japan as well, actually. で例えばドイツの倫理委員会とかそういう政策転換の政策を転換したその仕組みっていうのをいろいろ検討して、日本の仕組みも検討しているそうなんですけど。And in my opinion, the new government actually need to come up with a strategy to bring the companies into the energy transition. Not taking companies as an enemy for energy transition, but actually bring them into energy transition as a new opportunity for increasing industrial competitiveness of South Korea and provide them another chance to use this for economic growth using their innovation. で新政権の戦略はその委員会にですね、もちろん産業界も入るわけですけども、産業界に対する態度っていうのはその敵としてね迎え入れるんじゃなくて、一緒にこのシフト、エネルギーシフトっていうのをビジネスチャンスとして使ってほしいっていう風なその競争力もねつくだろうしっていうような態度で迎え入れるっていうのが戦略だと思うんです。If this becomes a battle between people and the industry, I think we will lose. でこれがもう産業界と脱原発の人々の戦いの場になっちゃったら、このエネルギー委員会が戦いの場になっちゃったらダメなんだ、負けちゃうんじゃないかなと思ってるんです。So one strategy is to bring innovative industry to become change of agent for energy transition. That's one. だから一つにはその革新的な企業の人たちをこう引き込んでエージェントになってもらうっていう媒介になってもらうっていうのが一つの戦略だと思うんです。And then second point is that we also need to give more power to local governments. それからもう2つ目はその地方自治体にもっと決断権というか判断力というか決定権を上げるということです。Right now, local government don't have much power in terms of energy policy. 今地方自治体というのはエネルギー政策に対してあんまり力がないんです。発言力が。But like Seoul and Chungcheong South Province, Gyeonggi Province, and Jeju Province, they have already established a local energy transition plan. でソウルとごめんなさい、これいいですか、他の地方自治体でエネルギー転換プランっていうのを作ってるんです。And even all these four local leaders have a joint declaration for increasing energy self-sufficiency for the local governments. でエネルギーの自給率を高めるための高めるということもありまして、この4つの自治体で共同宣言などもやってるんです。And in the new renewable-based decentralized system, the role of local community and government is crucial. でこの自然エネルギー、これ分散型のエネルギーにおいて地方自治体の果たす役割っていうのは本当決定的なんです。And the local people need to be part of that energy transition at local level. その地方自治体で自治体だけじゃなくてそこに住んでいる住民の人たちの参加というのも大事なんです。They need to share the benefit of the energy transition at local level. でそのローカルの地方のレベルでもこのエネルギーシフトによってもたらされるこの恩恵というのを平等に受けなきゃいけないと思うんですね。So in conclusion,
for the energy committee next year, the success will depend on how the new government increase the energy governance of the process by allowing people to be part of that. だからこのエネルギー委員会にどんなふうにその人々を巻き込めるかというエネルギーガバナンスということをどのように成功にできるかということが一つあると思います。And how the new government can bring the industry and local government as major stakeholders for this energy transition. でもう一つはその産業界の代表者、それから地方自治体の代表者も入れてこれを話し合うということがもう一つ大事な鍵だと思います。In my humble opinion, that's the key. これは私の意見です。ありがとうございました。Thank you very much. それではですね、3時を過ぎてしまったんですけれども、こちらで一度終わりにさせていただきたいと思います。やっぱりダウルさんのお話からもですね、やっぱ人々がこの脱原発を決めたっていうのがすごく重要なメッセージだったのかなと思います。今年エネルギー基本計画の見直しの議論も今年から始まりますので、連帯して声を上げ続けていくということがとても重要だなと私は個人的に思います。お時間いただきましてありがとうございました。お帰りなさい。